皆さんこんにちは、トコママ情報局です。今私は京都に来ています。目の前に流れているのはですね、こちら、鴨川ですね。いやー、この川の流れる音聞こえますか？今日はね、お天気も良くてすごく気持ちがいいんですけれども、そんな中、今回参拝させていただくのは京都を代表する古社、下鴨神社です。下鴨神社は本当にあまりにも有名でね、もう一大観光スポットにもなっている神社なんですけれども、実のところこの下鴨神社のことについて詳しく知っているという方、そう多くはないような気がするんですね。下鴨神社の歴史、そこに祀られている神様のことなどいかがでしょうか。参拝したことがある方も多いと思うんですけれども、割と謎に包まれているんですよね。そんなね、あまりにも有名な下鴨神社、今日はですね、もちろん神社紹介ではあるんですけれども、そこに祀られる神様や神社の歴史、そしてね、もう一つ大切なことがありまして、下鴨神社、強いては京都を語る上で、もう欠かすことができない士族、鴨氏についてね、やはり触れなくてはならないということで、この鴨氏のことはね、この界隈の方でしたら非常に、詳しい、当然知っている士族なんですが、一般的にはどうなんでしょうね。私もね、神社巡り、日本の歴史を調べ始めて興味を持ち始めてから知った、そういった士族なんですが、この下鴨神社、またこの京都を語る上で欠かすことができない大変、重要な士族なんですね。そんな鴨氏についても触れながら、今回の動画では下鴨神社を参拝させていただこうと思っております。でね、とてもじゃないですけど、この1回の動画では、そういった歴史や下鴨神社全体のことっていうのはご紹介しきれませんので、まずはね、主要な下鴨神社の歴史、神様のこと、この鴨氏について今回はね、お伝えできればと思っております。京都市街地の北東部、京都市左京区、鴨川と高野川が合流する三角地帯、鴨川デルタ。ここからだとね、よくその鴨川デルタの様子がね、わかるんですよね。この橋の上から見てみますと、ちょうど高野川と鴨川が合流する地点、中州の部分がね、三角になっていましてね、今日はなんかピクニックをしている方がたくさんいますね。みんなすごい楽しそう。鴨川デルタから北へ向かって広がる忠須の森。京都の街の中に細長く広がる緑のエリアが現在の下鴨神社の境内です。京都は鴨川を中心に町が作られており、一般的に鴨川と高野川の合流地点より上流はこちらの鴨川、下流がこちらの鴨川とされています。上流には上鴨神社があり、下流には下鴨神社。ただこれについては川の表記の方が先だったのか、神社の名前から川の名前の方が決まったのか定かではありません。ただ古くから下鴨神社を表す際はこちらの鴨の文字が使用されていたと言われています。この漢字の違いについては京都の方でも知らない人が多いというか、同じ発音で漢字が違うということはよくあることなので、特に疑問を持っていなくて、先にお話しした川の表記が由来というのが当たり前になっているようです。かつて上賀茂神社と下賀茂神社は鴨社と総称される一つの神社でしたが、天皇陛下行幸の際や勅使の方が使わされる際に紛らわしかったということで、平安期には上賀茂神社は上社、下賀茂神社は下社と分けて呼ぶようになりました。さらに時代を遡ると、元は上賀茂神社のみが存在し、後に下賀茂神社が分立したという見方が通説となっています。
ただこの後下鴨神社や上賀茂神社をご紹介していく中で、この説が神社の歴史ととても矛盾することが分かってきます。創建は2000年以上前とされ、歴史がとても古いだけに謎が多いのですが、では一体どんな謎があるのか。京都、強いては古代日本の歴史に関わるとても重要で奥の深い謎が潜んでいるように思います。その謎にどこまで迫れるか分かりませんが、少しずつその謎解きを楽しんで進めていければと思います。今回はまず下鴨神社。正式名称は鴨御親神社と言います。今では正式名称を知らない人の方が多いですね。私もつい最近まで知りませんでした。この鴨というのは京都を開いた氏族鴨氏のことであり、鴨御親神社とはその意味の通り、鴨氏の御親、つまり始祖を祀っている神社です。その始祖というのが御祭神である鴨竹津海の命。この鴨氏は京都を語る上で欠かすことのできないとても重要な存在なのですが、やはり謎が多く一筋縄ではいきません。この下鴨神社を訪れることで少しでも何かその謎を解く手がかりがあれば良いなという思いで訪ねました。そして今回は主に下鴨神社に祀られる鴨竹津海の命と玉頼姫とは、そして下鴨神社を知る上で欠かすことができない鴨氏という氏族についてお伝えしていければと思います。ではそろそろ境内を見ていきましょう。境内の忠須の森は約12万4000平方メートル、東京ドーム3個分の広さです。境内の隅々までじっくり見て回ると1日では足りないほど広くて見どころがたくさんあります。鮮やかな朱色の大きな2の鳥居の横には天皇家との深いつながりを表す菊の御紋の提灯と式年遷宮と書かれた立看板。下鴨神社では21年ごとに式年遷宮が行われます。その始まりは平安時代ご一条天皇の御代。第35回目となる次の式年遷宮は令和18年の予定です。またこの年はご一条天皇のご遷儀よりちょうど1000年の節目となる大切な祭儀になり、10年後の式年遷宮に向けてすでにその準備が始まっているそうですが、現在東西2棟の御本殿は国宝に指定されているため建て替えを行うことはできず、一部を修復する形で行われます。国宝に指定されるとこういった制約も出てくるんですね。鳥居をくぐると楼門があります。こちらも朱色がとても鮮やかで、幕にはやはり菊の御紋。高さ13メートルで東西の回廊とも古代様式を伝えています。21年ごとの式年遷宮ごとに増退されてきましたが、寛永堂以降は解体修理をして保存されています。現在の楼門は寛永5年1628年に建て替えられたもので、国の重要文化財に指定されています。ではいよいよ楼門をくぐり下鴨神社のさらなる御神域へと進みます。空が開け、建物の様子もガラリと変わります。まるで時間をさらに遡ったかのような感覚になります。目の前に現れたのは武殿。武殿は葵祭の際に祭文や雅楽が奉納されます。かつて御所が被災した際、臨時の内し所、三種の神器が祀られる賢所に定められました。つまり宮中の最も重要な場所の代わりになりうるすごい場所ということがわかります。その武殿の横を通り過ぎると、こちらもまた重要文化財の中門があります。切妻造りで檜皮葺き屋根。この中門は本殿への最初の腹江戸となります。中門の横には前回の式年遷宮の際の天皇陛下をはじめとする各宮家の立看板が並んでいました。
注文をくぐるといよいよ拝殿です。いや、すぐに拝殿を目にすることはできず、中庭のような場所には鴨の社へ干支詣という案内看板、ご本社の前庭には琴社と呼ばれる7つのお社が鎮座しています。ここがちょっと不思議な場所で、御祭神はそれぞれ名前が異なるものの、すべて大国主の御事が祀られています。それぞれが十二支の守護神としての役割を持っており、自分の干支のお社にお参りすることで、その年の守護や開運のご利益をいただけると言われています。このお社の配置は陰陽道や救陽道、北斗七星信仰により定められているとされ、日本でも稀に見る珍しい祭り方です。鴨市と陰陽道との関わりについては後に触れますが、なぜ鴨市の始祖の神社に大国主の御事が本社の手前にこのような配置で祀られているのか、とても不思議です。天皇家を支える存在である鴨市を、あたかも出雲の大国主の御事のパワーでお守りしているかのようにも思えます。ここに下鴨神社の大きな謎のヒントが現れているようにも思えるのですが、それについてはまた別の機会にじっくりとお話しできればと思います。そんな琴社で自分の干支にお参りをしたら、いよいよご本社へ。鮮やかな楼門などと比べるととても落ち着いた重厚感がありますね。ご本社といっても、こちらは拝殿にあたる幣殿で、ここから参拝をします。通常の参拝では御本宮を拝観することはできませんが、この時はちょうど特別拝観ができる時期で、申し込めば御本宮を間近で参拝することができたのですが、そのことを知らなかった私は特別拝観の案内を見逃してしまい、御本宮を拝観せずに帰ってしまいました。後で特別拝観のことを知り、とても残念でしたが、これもきっと神様がまた訪れるための理由を作ってくださったのだと思い、その日を楽しみにしたいと思います。それではこの御本宮、一体どのようなものなのでしょうか。こちらは式年遷宮の案内看板。これが御本宮のお姿です。御本宮または御本殿と言いますが、この後は御本殿と称してまいります。御本殿は東の本殿と西の本殿の2棟からなり、いずれも国宝に指定されています。西の本殿には鴨竹津海の御事、東の本殿には玉頼姫の御事が祀られています。文久3年に造替された御本殿は三間社流れ造りといって、こちらは上賀茂神社に置かれていた御社殿をそっくりそのまま小さく再現したものなのですが、このように前の屋根がぐんと長く前にせり出しているのが特徴です。神明造りの発展系ともいえる形で、神社建築の代表的な社殿形式。一説によると、この様式は下鴨上賀茂神社が発祥とも言われています。そんな下鴨神社の御本殿に祀られているのは、鴨竹津海の御事と玉頼姫の御事。鴨竹津海の御事は神武統制の際、八田烏に化身して神武天皇を先導したとされる神様。出てきましたね。みんな大好き八田烏。そんな鴨竹津海の御事のルーツは現在の奈良県葛城にあるとされており、なかなかそこからさらに遡ることが難しいのですが、山城の国不土記逸文によると、鴨竹津海の御事は日向の祖の峰に天下り、金子八田烏となって神武天皇を先導し、大和の国の葛城山から山城に入り、木津川沿いを進んで鴨川と桂川が合流するところに至り、さらに鴨川を遡り鎮座したと伝えられています。この通りだとすると、鴨竹津海の御事は神武天皇とともに現在の宮崎から九州を北上し、大和へと向かったということになります。実際下鴨神社も御祭神の鴨竹津海の御事は
九州から神武統制において先導役として活躍したと伝えています。福岡県うきは市には神武天皇や鴨の狼を祀る鴨神社があり、この神社に伝わる旧記にも、鴨の狼がこの地に天下り、神武天皇が大和へ統制の際、鴨の狼がヤタガラスとしてその旅を助けたということが記されています。境内からは縄文土器や石器、群衆石棺群が発見されており、これらの発掘物が旧記の信憑性を裏付けているとされています。その後、奈良の葛城が入った鴨市はさらに力をつけていきます。奈良県葛城にある全国の鴨社の総本宮、高鴨神社によると、鴨族は平地ではなく山を支配していた一族で、天体観測や薬学の知識が深く、製鉄技術、農耕技術、交通手段である馬術にも長けていたと伝えています。天孫降臨の神ニニギの命に馬術を教えたのは鴨の大神。修験道の開祖である縁の行者も鴨族。そして天体観測は陰陽道にも通じ、安倍晴明の師匠で陰陽道を極めた鴨の忠行も鴨族でした。鴨氏は陰陽道というある種呪術的な力で古代日本の発展に大きく貢献していたのです。やがて争いから逃れるため葛城の地を離れ、山城の国不土記一文にあるように鴨川を遡り、京の地にたどり着き、京の町を開いていったという鴨氏の歴史が見えてきました。鴨氏が大和を離れることになった出来事は、おそらく神話の中にも分かりにくいエピソードとして伝えられているような大きな歴史の転換点となったと考えられますが、ここはもう少し慎重に掘り下げていきたいところなので、また別の機会にお話しできればいいなと思っています。とにかくこの辺りの歴史に関しては奥が深いので、別の機会にばかりで申し訳ないです。下鴨神社のご祭神、鴨竹津海の命のことが少し分かってきたところで、次に東の本殿に祀られている玉頼姫の命についてお話ししていきます。玉頼姫の命は先に述べた鴨竹津海の命の御子神です。玉頼姫の命についてはある有名なエピソードがあります。山城の国不土記には、玉頼姫の命が鴨川でみそぎをされている時に、上流より流れ来た二塗りの矢を拾い床に祀って休んだところご解任され、鴨分け雷の狼をお産みになったと伝えられています。鴨分け雷の狼は下鴨神社から鴨川沿いを北へ4キロほどのところにある上鴨神社のご祭神です。つまり上鴨神社の鴨分け雷の狼、下鴨神社にはその母と祖父が祀られているわけです。先ほど古い時代には上鴨神社が先に鎮座していたとお話ししましたが、下鴨神社のおじいちゃんお母さんより先に上鴨神社があったっていうのは少し矛盾していますよね。その背景として鴨氏の真意が増大し、朝廷がその力を恐れ、もともと一つだった鴨社を分社し下鴨神社ができたとする歴史学者の説があります。それが正しければ、その時にはすでに鴨竹津海の命の12代後とも言われており、始祖である鴨竹津海の命を祀ったのが下鴨神社の方の始まりだと考えられます。そういった創建の背景が、祖父と孫の神社の始まりが逆転してしまうということにつながっているようです。孫の方の上鴨神社、鴨分け雷の狼についてはまた別の動画、上鴨神社編で詳しくお話ししたいと思います。というわけで、下鴨神社の創建のお話の時点で多くの人が知らない、伝えられていない歴史があるので、確実な事実としてお伝えすることは大変難しく、古代史あるあるで謎が謎を呼び収集つかないほどいろいろな方面へ話がつながっていくのですが、
鴨市を知ることは古代日本の歴史を知ることにつながっていくので、少しずつ掘り進めていきたいと思います。また下鴨神社を参拝した際に感じたことがあります。御祭神がヤタガラスとなったという言い伝えがあるのだから、もっと境内にヤタガラスの姿、絵や置物などがあるのではないかと期待していったのですが、お守りやおみくじ、T シャツなどに少しヤタガラスが描かれているものがある程度で、さほどヤタガラスの存在を感じませんでした。熊野神社はヤタガラスをこれでもかというほど押し出しているのに、そのヤタガラスそのものである鴨竹津の命の神社でヤタガラスの影が薄いのはとても不思議に感じました。ここにも何か深いわけがあるんでしょうか。そのヒントはやはり京都、奈良、そして大阪あたりにありそうなので、なんとか訪問の機会を作って少しずつこの動画でもお伝えしていければと思います。さて、下鴨神社のご本社御祭神までお伝えしてまいりましたが、下鴨神社にはまだまだワクワクするような場所やかなりのパワースポットがありますので、次回はそのあたりをお伝えしていきたいと思います。はい、下鴨神社いかがでしたでしょうか。神社に関しましては、ご本殿、そしてそこに祀られている神様まで、ご紹介いたしました。そして何よりも、この下鴨神社には深く関わっている鴨氏という氏族についてね、少しお話をさせていただきました。そのルーツなんかもね、ちょっと辿ってみたりいたしましたけれども、実はね、やっぱりまだまだ謎に包まれているんですね。ヤタガラスと聞くだけでやっぱり何かこうちょっとね謎めいたところがねあると思うんですけれども、そんなね鴨市ヤタガラスについてっていうのはこれからまだまだもっと掘り下げていく世界が深い世界がねありそうなんですよね。そんなところも楽しみながら、京都の街ね、今後も少しずつ楽しんでいければと思っています。で、今回下鴨神社の動画はここまでなんですけれども、次の動画では下鴨神社の境内社ですね、もちろん、基本的な神社のことについてお話をいたしまして、そして絶対に見逃せない下鴨神社のパワースポット、そしてねここにしかないような珍しい境内社というのもねありますので、そのあたりを中心にご紹介できればと思っています。次回もどうぞお楽しみに。下鴨神社の境内にある休憩どころ猿屋さん、こちらに食べることで身を清め無病息災のご利益があるというお菓子があります。それが猿餅。京都三大祭りの一つ葵祭の名物として古くから親しまれていた一口サイズのお菓子。元は葵祭の猿餅と呼ばれ、神前にお供えをして5月15日の葵祭の前日猿の日に天皇陛下の勅使が下鴨神社を訪れて舌打ち合わせをする際に勅使をもてなすために出された伝統あるお菓子で、無病息災を願った故事に由来しているそうなのですが、明治時代の法令制度化により販売も食べることも一時廃止されました。それが2010年に下鴨神社の宮司様の口伝を頼りに和菓子店宝泉堂が約140年ぶりに復元に成功。餅は由緒ある伝統色である羽津色と呼ばれる色で、明け方の一瞬空が薄茜色に染まる際の色、命の生まれる瞬間を表すという色なのだそうです。すごく尊い意味が込められているんですね。そんな猿餅を今はこちらの茶屋でいただくことができます。ほうじ茶もついています。ではいただきます。とろけるほど柔らかいお餅の中に小豆の粒がそのまま残ったあんこが詰まっていて、なんとも上品。天皇陛下の勅使の方がお上品に口に運べるように作られたんだなというのがよくわかります。
忠須の森の中、鳥の声や人々が参道を歩く音が響く中でいただく猿餅は格別です。葵祭の猿の日に食べると無病息災と言われていますが、普通の日でも十分ご利益ありそう。下鴨神社を訪れた際にはぜひこの縁起のいい猿餅味わってみてくださいね。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。